おだつこんちこんばんポータイトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、キング神の子担い手どれが一番ドリブル速いのかやっていきたいなと思います。こんなメッセージできました。ボールを持った時にどのメッシが一番速いのか検証してほしいです。担い手ドリブル数値が低いのでってことですね。ありがとうございます。そうですよね、気になりますよね。つまりはですね、どの数値がドリブルスピードに影響しているんやというところですよね。ここをですね、解明していきたいなと思います。検証法ですね。検証法は今までと同じような形になっていきますが、この辺りから走り始めて、このペナ出た瞬間から0秒としてですね、測っていきます。調子は普通。iPhone にですね、動きを記憶させてですね、ペナからハーフラインまでの時間を測っていきます。1秒間60個までやっていきますね。チームスタイルのバグが出ておりますので、ちょっとね、これが、プラスなのかマイナスなのかっていうのはね、特に書いてないんですけども、ややこしいのでですね、本来の数値プラスブーストで見れるようにですね、監督はですね、チームスタイル70の監督持ってきました。で、この3人をですね、それぞれの特徴を生かしたような数値にしてですね、ドリブルスピードの影響っていうのを探っていきたいなと。てか、今回のビッグタイム、この背景を動かすっていうすげえ安易なさ、発想なんだけどさ、めちゃめちゃワクワクすんだよね。やっていきましょう。はい、ということで、まずはですね、神の子メッシから見ていきましょう。ドリブルをね、103の状態にしてますね。で、スピードは82で今回統一をしております。ドリブル数値高いだけでもですね、それなりに速くなるはずなのでね。ただ前回マクシマの時にね、だいぶ速かったんどうかなって感じですが。はい、見ていただきました。30コマ前後くらいでしたかね。マクシマンとかと比べるとですね、そんな速くはないんですけども、ちょっとわからないので、まず次見ていきましょう。ここからキングを見ていきます。ドリブルに加えてですね、ボールキープも103の状態になってますね。ボールキープはね、そんな影響ないのかなっていうね、以前も動画でもやったかなって気はするんですが、一応ね、見ておきたいなと思いますので、ボールがね、細かくタッチされるって可能性もありますからね。はい、見ていただきました。そんな変わんないかな。記録を見た感じだとそんな変わんないかなって感じでしたかね。なので、ボールキーパーやっぱそんな関係ないのかなっていう感じはしますけども、こっからですね、前作でですね、ドリブルよりスピードの方がね、影響あったんですよ。ということで、担い手に期待が高まりますね。見ていきましょう。担い手メッシですね。ドリブル数値を82にして、スピードを103まで上げていますね。はい、見ていただきました。思ったよりは変わんない感じかな。そんな感じしましたね。結果見ていきましょう。数値平均見ていてもですね、ほぼ同じって言っていいのかなと思います。そう考えるとですね、ここの数値っていうところかな。ここ、ボールキーパー少なくとも関係はなさそうかなと言えるかなと思います。で、以前ね、マクシマンの検証でもですね、多少ね、ボルコンは影響ありそうだったんですけどね、ここはね、あんまなかったのかな。わかんないんですけど、まだまだ検証の余地はこの辺はありそうですかね。はい。で、今までの記録も並べておきました。結果的にやっぱりですね、テンハフのマクシマンがめちゃめちゃ速いということが分かりますよね。てかどうでもいいんだけど、リベリとメッシ身長と体重同じなんだね。現状で言うとですね、ここの数値、ドリブルとスピードの数値次第感っていうのはやっぱりあるんですよね。ただね、これだけで言うとですね、このロベカルのところとかがね、すげえ若干の矛盾感があるんですよね。何なんだろう。これが身長がロベカルが低すぎると遅くなっちゃうとかね、70切ると遅くなるとかね、あんのかもしんないし、あとはね、アップデで基準が変わっちゃった可能性もちろんあるんで、まだまだこれからちょっとやっていきたいなと思います。で、グラフにも一応しておきました。見方説明しておくと、ここの縦軸が4秒の何コマかというところ、この青いのが実際のタイムで、濃い方がね、何回も記録してるっていう感じですね。この赤のバッテンが平均というような形になっていきます。なのでそんな感じでね、見ていただければと思いますけども、今回はですね、メッシの数値少なめでやってるんでね、低いのは当たり前なんですけども、ここのメッシのとこだけ見るとですね、ほぼ変わらんと
いうところが分かりますよね。平均だけ見るとね、キングが若干早いのかなって気もするんですが、こうやって見るとね、変わらないということが分かるかなと思います。なので逆に言えばですね、担い手メッシだって数値次第とかでね、全然ぶち抜けたりとかいうことも言えますよね、というところが分かりました。はい、というところで結論、ドリブル数値が低くてもスピードがあれば前る、逆もしかりとします。はい、ということでね、いろいろ見てきましたけども、ある程度ね、ドリブルスピードは見えてきたのかなと思います。あとはですね、身長とかの関係性をね、あとは見ていきたいなと思います。ドリブルスピード現状で言うと、ニアリーイコールかな、イコールではちょっとまだ結べないと思うんですけど、ドリブルとスピードが、プラスされた数値になってくるのかなという感じはしましたね。あとはボルコンとか身長とかこの辺はね、まだ関係性がありえるかなと思いますので、そこは今後ね、また見ていきたいなと思います。で、実際皆さんどうですか？この3人使用感どんな感じですか？皆さんのね、個人的な意見でいいと思うので聞かせていただければなと、コメントを教えていただければなと思います。で、今後はですね、この使用感ってすごく難しいとは思うんですけど、客観的に見れる形でですね、この使用感と、いわゆる使用感と言われるようなところをですね、検証できたらなと思ってますので、どうぞね、気になる方はチャンネル登録しておいてください。はい、で、あとは数値的に言うとですね、ドリブルに関してはですね、キングがやっぱ一番速くなっちゃうんですよね。そこはね、しょうがないかなと。高すぎるのでね、そこはしょうがないかなと思いますが、実際どれぐらいのスピードかっていうのはですね、監督バグが治ってから測定したいなと思いますので、まだ来週以降かなになってくるかなと思います。ただそれでもですね、やっぱりマキシマンが一番速いんじゃねえかなって現状はね、そんな気はしちゃいますけどね。またですね、今後は神の子ミドルとかね、この辺も検証してみたいかな、やっぱり。あとはコメントでもちょっとあったのは、キングのフィジカルですか？やっぱこの辺気になるかな気になりますかね。他にもですね、このメッシュのこれが気になるとかね、あればね、コメントで教えていただければなと思います。あとで担い手メッシュを使う方はですね、インレシの動画ぜひ参考にしてみてください。動き方はね、この辺条件とかありますのでね、若干この動画に関してはサイドミットでやっちゃってるんで、ウィングが見たいなという需要があればですね、またコメントでいただければ軽くまとめていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか？皆さんこの結果どう思いますでしょうか？皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったな、参考になったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ブースタープラス4くんの早かったなとは思うんですが、今回メッシバロンドール取ったからね、はい、出ただけだとは思うので、なかなかプラス4は出ないとは思うんですけどね。でも今後は可能性がね、だいぶ広がってきたので、今後はね、楽しみかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。